1964年4月24日午後5時45分、ニューメキシコ州ソコロ郊外、警察官ローニー・ザモラが150ヤード先に白く光る卵型の物体と白いつなぎ服を着た2人の人物を目撃した。物体の側面には赤い印象。物体は青と橙の炎を噴射して上昇しボックスキャニオン山を越えて消えた。FBI 機密ファイル 62HQ83894 セリアル438米空軍プロジェクトブルーブック分類ユニデンティファイド説明不能。本動画で扱うのは米国連邦捜査局 FBI のアルバカーキ支局が作成した未確認飛行物体事件の報告書だ。出典は FBI 機密ファイル 62HQ83894 セリアル438全40ページ。発信日は1964年5月8日。発信者は特別捜査官 D. アーサー・バーンズ。事件発生は1964年4月24日午後5時45分から50分の間。場所はニューメキシコ州ソコロ郊外。約1マイル南西の地点。目撃者はソコロ警察ローニー・ザモラ警察官。当時警察官歴5年。本件は米空軍が運用していた未確認飛行物体報告調査計画プロジェクトブルーブックでもユニデンティファイド、説明不能。と分類された。本動画ではこの一つの事件を FBI 報告書及びザモラ警察官の証言記録に基づき4つの場面に分けて紹介する。場面1。追跡中の異変。場面2、卵型物体と白い服の2人。場面3、轟音と離陸。場面4、物的痕跡と FBI 実測。場面1から4を紹介する前に本件に関わった機関と人物の背景を整理する。事件発生地はニューメキシコ州ソコロ。1964年当時の人口は約7000人の小規模な町だ。事件を捜査した FBI 特別捜査官 D. アーサー・バーンズは FBI アルバカーキ支局に駐在していた。バーンズは事件発生当日の午後に業務でソコロ州警察事務所におりザモラの無線報告から約15分後に現場に到着した。現場にはザモラ警察官に加えニューメキシコ州警察軍総 MS チャベス、ソコロ軍副保安官ジムラッキー、州警察テッド・ジョーダン警察官の4名が集まった。バーンズが報告書に記したザモラ警察官の評価は次の通りだ。ザモラ警察官は約5年間にわたり間近で観察してきたところによれば冷静で勤勉で誠実な警察官として知られ空想に走るタイプではない。さらに現場でのザモラについては、完全に酩酊しておらず自身の経験に対していくらか動揺していた、と記された。本件は米空軍が運用していた未確認飛行物体報告調査計画プロジェクトブルーブックにおいてユニデンティファイド、説明不能、と分類された。場面1、追跡中の異変。FBI 報告書セリアル438によれば事件発生は1964年4月24日午後5時45分頃、ザモラ警察官はソコロ軍裁判所の西側から南へ向かうスピード違反車を追跡していた。乗車していたのは1964年型ポンティアック白色のパトカー。無線コールサインはソコロ2。追跡対象は新型の黒いシボレー。3ブロック後方からの追跡だった。場所はオールドロデオ通り。すなわちパーク通りの南側のベオサベジョージモリッロ邸付近スプリング通りの約半マイル南。追跡対象はロデオグラウンド方面へ直進していた。その時ザモラは南西の空に轟音と炎を目撃する。証言記録によれば、ダイナマイト小屋が爆発したかと思った。炎は青みがかった橙色の混じった色、狭いロートのような形。動かずゆっくり降下していた。距離は約半マイルから1マイル。ザモラは追跡を中断し炎の確認に向かった。場面に、卵型物体と白い服の2人。ザモラは砂利と岩の凸凹道を丘の頂上に向かって登り始めた。証言記録によれば丘の長さは約60フィート、傾斜は9。タイヤが3度空転した末に頂上に達した。突然、南、約150から200ヤード先に白く光る物体を発見。最初の印象は、ひっくり返った車のようだった。その旗に白いつなぎ服を着た2人の人物。1人がザモラの車を見て驚いて飛び跳ねた。ザモラは無線で次のように報告した。ソコロ2よりソコロ、事故の可能性1044。車両を確認するため106。車から離れる。証言記録によればザモラがマイクを落とし車から降りた時に
3度の鈍い散布音が聞こえた。散布音とはドアを強く閉めるような音と説明されている。間隔は1秒未満。物体は滑らかなアルミニウム色。白っぽい。窓もドアもなく形は卵型または楕円型。2本の足が斜めに伸び地面から約 3.5 フィート浮いていた。物体の側面中央付近に赤い印象。高さ約 2.5 フィート幅約2フィート。証言記録には印象の形が手書きスケッチで示されている。場面3。轟音と離陸。ザモラが物体に近づいた直後に轟音が始まった。証言記録によれば、ジェットの音とは違う。低周波から高周波へ変化し、音量も大きいから非常に大きいへ上昇した。同時に炎が見えた。物体下部から青色と橙色の炎。物体はゆっくり真上に上昇し始めた。ザモラは身を伏せ車の陰に逃げた。証言記録によれば、轟音から爆発するかと思った。物体は約6秒で車の高さ、約20から25フィートに達した。その後急速に水平方向に加速。ザモラは約50フィート走った地点で、ダックドダウン。すなわち頭を地面に伏せた。轟音が止んだ後に高値から低音へ移行するホイッスル音が約1秒間聞こえその後完全な沈黙。ザモラが頭を上げると物体は南西方向に約10から15フィートの高度で直進していた。物体は約8フィートの高さのダイナマイト小屋を約3フィート上空で通過しボックスキャニオン山またはシックスマイルキャニオン山を越えて消失した。ザモラは無線オペレーター、ネップロペスに連絡した。窓を見て物体が見えるか確認してくれ。ロペスが、なんだ、と問うとザモラは、気球のように見える、と答えた。場面4。物的痕跡と FBI 実測。離陸から約15分後にニューメキシコ州警察軍総 MS チャベスが現場に到着。チャベスは汗だくで青ざめたザモラを見てザモラを案内し地面の痕跡を指し示した。続いて FBI 特別捜査官バーンズが午後6時頃ソコロ州警察事務所での業務を終え現場に到着した。バーンズが報告書に記録した物的痕跡は次の通りだ。第一に4つの長方形の凹み。形状は規則的。長辺約16インチ短辺約6インチ。深さ約2インチ。物体が中心線から角度を持って地面に侵入したかのように見えた。と記述されている。各凹みは土を外側の遠い方に押し出していた。第2に4つの凹みの内側に3つの焼け焦げた草の群れ。周囲の他の草は損傷していなかった。1つの焼け跡は4つの凹みの外側にあった。第3に3つの円形の跡。直径約4インチ。砂質の地面に約8分の1インチ押し込まれていた。瓶の蓋が優しく砂に押し付けられたかのように、と記述されている。バーンズは現場に他の人物の痕跡及び事件に関連する可能性のある他の物体は確認できなかったと記録した。また現場周辺視界内に住居や居住中の建物はなかったと確認された。4場面の事実比較。場面1ではザモラ警察官が午後5時45分ソコロ郊外でスピード違反車を追跡中に南西の空に青と橙のロート状の炎及び轟音を目撃した。場面2では丘の頂上から150から200ヤード先に滑らかな卵型の物体及び白いつなぎ服を着た2人の人物を肉眼で確認した。物体の側面には高さ約 2.5 フィートの赤い印象。2本の足が斜めに伸び地面から約 3.5 フィート浮いていた。場面3では散布音3回の後に物体は青と橙の炎を噴射しながら約6秒で車の高さに達しその後水平方向に加速。ホイッスル音と完全な沈黙の後にボックスキャニオン山を越えて消失した。場面4では FBI バーンズ捜査官が現場で3種類の物的痕跡を実測した。4つの長方形の凹み、3つの焼け焦げた草の群れ、3つの円形の跡。本件は米空軍プロジェクトブルーブックにおいてユニデンティファイド、説明不能、と分類された。これら4場面に分かれる事件記録は米国連邦捜査局 FBI が公式に機密解除し公開している記録だ。ファイル番号は 62HQ83894 セリアル438全40ページ。発信日1964年5月8日。米空軍プロジェクトブルーブックは本件をユニデンティファイド、説明不能、と分類した。FBI 及び米空軍は本件について物体の正体及び白いつなぎ服を着た2人の人物の正体に関する結論を公式には示していない。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。